それでは本日の主要指数を確認しましょう。皆さんこんにちは。 US テックナビです。本日は2026年3月4日の米国株市場についてその最新動向を詳しくお伝えします。本日の市場は全体的に軟調な展開となり、多くのセクターで売りが優勢となりました。主要指数は下落して引けています。それでは早速詳細を見ていきましょう。まずはマクロ経済の動向からです。はじめに連邦準備制度理事会 FRB の内部で AI が労働市場や物価に与える影響について見解の隔たりが報じられています。一部では AI が生産性を向上させインフレを抑制するとの見方があります。一方で雇用のミスマッチを引き起こし賃金格差を拡大させるリスクも指摘されています。この不確実性は今後の金融政策の舵取りをより複雑にする可能性があり、市場の注目が集まっています。続いて国際情勢に関するニュースです。トランプ前大統領の発言がスペイン関連の ETF に売り圧力をかけ株価が下落する場面がありました。これは政治的な発言一つが特定の国への投資センチメントを大きく左右しうることを示しています。保護主義的な動きが再び強まることへの警戒感が市場の一部で意識されています。このような地政学リスクはグローバルに事業展開する企業にとって無視できない要因となります。次に個別企業の決算動向です。データベースソフトウェア大手のモンゴ DB が決算発表後に大幅安となりました。売上高は市場予想を上回ったものの今後の成長見通し、いわゆるガイダンスが市場の期待に届かず成長鈍化への懸念が広がりました。同様に空飛ぶ車を開発するアーチャーも決算を受けて時間外取引で下落しています。高い成長が期待される銘柄ほど決算でのハードルが高くなっている状況です。最後に市場全体の資金動向です。ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイが約3700億ドルという巨額の現金を保有していることが改めて注目されています。新トップのアベル氏がこの待機資金をどのように活用するのか、市場の関心は非常に高いです。大型買収や自社株買いなどこの資金が市場に流入すれば相場全体を支える一因となる可能性があります。次に本日のセクター別の動きを見ていきましょう。本日は11のセクターのうち10セクターが下落する全面安の展開でした。最も下落率が大きかったのは素材セクターで約 2.3% の下落です。次いで資本財セクターも同様に約 2.3% 下落しました。これらの景気敏感セクターが売られた背景には世界経済の先行き不透明感や先日発表された ISM 製造業景気指数での投入価格の上昇などが影響したとみられます。コスト増が企業収益を圧迫するとの懸念が広がった形です。またヘルスケアセクターも約 1.4% の下落となりました。一方で通信サービスセクターのみがプラス 0.05% とかろうじて上昇を維持しました。これはセクター内の大型株の一部が底堅く推移したことが要因です。市場全体としてはリスクを回避する動きが鮮明となりました。それでは本日大きく動いた個別銘柄をいくつかピックアップします。まずは値上がり銘柄からインタップです。法人向けソフトウェアを手掛けるインタップは本日 11% を超える大幅な上昇となりました。同社が開催した投資家向けイベントで新たな AI プラットフォームを発表し2029年までの収益目標を提示したことが投資家から高く評価されました。 AI という強力なテーマが株価を押し上げる形となっています。続いて大きく値を下げた銘柄です。データベースソフトウェアのモンゴ DB は決算発表を受け22% を超える急落となりました。先ほども触れましたが今後の成長見通しが市場の高い期待に届かなかったことが失望売りを招きました。クラウド関連銘柄の成長性に対する厳しい視線が伺えます。次に本日の取引量上位と SNS で話題になった銘柄を見ていきましょう。まず取引量でトップとなったのはプラグパワーです。水素エネルギー関連企業のプラグパワーは本日 22% を超える急騰を見せ出来高も急増しました。決算内容に関する詳細な分析が進む中で短期的な資金が集中した模様です。 SNS でも大きな話題となりました。次に半導体大手の NVIDIA です。 NVIDIA の株価は本日は約 1.3% の下落となりました。テクノロジー株全体が難聴な中で利益確定の売りに押された形です。しかし取引量は依然として高水準であり市場の関心が非常に高いことを示しています。
AI 市場の中核銘柄としての位置づけは変わっていません。最後に SNS で特に注目を集めたモビックスラボです。半導体関連のモビックスラボは設備拡張計画などを材料に株価が一時 500% を超える上昇を見せました。非常にボラティリティの高い動きとなっており、投機的な資金が流入しているとみられます。ここからは明日以降の注目イベントを予習しましょう。まず本日の取引終了後には半導体大手のブロードコムが決算を発表します。 AI 関連の需要が引き続き堅調か、その内容が注目されます。そして明日3月5日には大手小売のコストコが決算を発表します。個人消費の動向を測る上で重要な指標となります。さらに今週の金曜日6日には2月の米雇用統計が発表されます。 ISM 製造業景気指数で仕入れ価格の上昇が示された後だけに賃金の伸びがインフレに与える影響が最大の焦点となります。強い数字が出た場合 FRB の利下げ期待が後退し相場の重しとなる可能性があります。これらのイベントを押さえておけば今後の相場展開に備えられます。それでは最後に AI による明日の注目銘柄予測です。 AI の膨大なデータ分析によると明日の注目銘柄としてインタップが挙げられます。本日市場の地合いが悪い中で AI プラットフォームの発表という明確な好材料を背景に 11% を超える力強い上昇を見せました。この勢いは明日以降も続く可能性があります。 AI 関連セクターへの資金流入が続く中で引き続き投資家の注目が集まると予測されます。なおこれは AI によるデータに基づく推測であり投資助言ではありません。投資の最終的な判断はご自身で慎重にお願いします。本日は FRB 内部の AI に対する見解や国際情勢が意識される中個別企業の決算内容によって株価の明暗が分かれる展開でした。本日のレポートは以上です。この動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。